突然です。改編です。ハラセンということで始まりましたハラセンラジオ。陣内智則の面白い方原田専門家でございます。この番組は日々私が見ちゃったもの、聞いちゃったもの、食べちゃったもの、飲んじゃったものなんかの話をしておる番組でございます。ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いしますということで、昨日は何をしてたかと言いますと、また陣内くんの YouTube の撮影をしておりました。これ非常にね面白かったんで、お楽しみにくださいと。ここで言っても届く範囲は狭いですが、本当に面白かったんで、配信され次第またその昨日のね、昨日と言いつつ一昨日か、今日か昨日かのお話ししたいかなと思っておりますが、ですね、あれですね、改編ですということで、僕は朝ね、グッドラックが始まったらもうほぼずっとグッドラックを見てたんですね。志らくさんの、始まって一回淳さんとかが入ってリニューアルしてからもうずっと見てたんですけど、一番面白かったのはやっぱりこの3月に入ってからのグッドラックがもう本当に面白かったですね。もうやけくそやけくそっつったらやけくそで、志らくさんの多分始まってすぐ、それから改編してすぐ、もういろいろこうなんていうんですかね、どうしたらいいんだろうかっていう感じはあったと思うんですね。でももう終わると分かってからのやけくそ感って言ったら本当に面白かったですね。で、今日から何でした？ラビットでしたっけ？ラビット関根？何？変わったでしょ？キリンの川島くんなのにね、うさぎなんだとか思いながらね、どういうことなんですかね。キリンではないか。ラビットが始まって見たんすよ。見ました？見てないでしょ。見ましたね。これ言わなくちゃいけなかった見てないでしょ。どうせ朝早いし、もともとグッドラックなんか数字なかったんですから、裏のね特ダネのあれも気になったな。しまったな。明日はそっち見ようかな。ちょっとね、そうしますけども、見てない方にお話しすると、全く、芸能ゴシップとかニュースとかそういうものを一切しない、もうなんて言ったらいいんだろうな、流れてて、そうですね、誰も傷つけない、ワイドショーではないですよね。誰も傷つけない、誰も傷つけない番組ですね。確かにそうなんですけども、始まって50分ね、セブンイレブンのスイーツのランキングっつってプロが選ぶね、ランク付けしてるって50分ですよ。朝から50分セブンイレブンのスイーツのランキングをやってんすよ。ランク天国じゃないや、夜中のテレ朝のあれなんでした？お願いランキングとかだったらそんなかかんないでしょ。どこまで噛み砕いてやるんだって言ったら、そうね、一個一個の順位のスイーツを丁寧に紹介してるだけでしたね。だから結果だけ知りたい人は別にあれもうどうでもいいっすよね。50分もなんていうか薄めたね内容ですよ。でかといってね、各方面ですごい評価されているキリンの川島くんを置いてやってるわけですけども全く出しろがないというね。まあいいんじゃないですかね。でもだからたとえこけようとも傷は泥はねつきませんよ。本当に50分スイーツやって、そのあと40分何やってたかって言ったら、今度は声優の、話題をやってるんですけど、
これいろんなコンビニ、今日はセブンイレブンね、声優でしたけどね、明日はローソン、そして、何ですか、セイコーマートとか、何でした、あるじゃないですか、そういう稲毛屋とかね、そういうのを毎日毎日やっていくつもりなのかなって思っちゃうぐらい、こう薄く伸ばした内容のものをこうやってましたね。まああれかもしれませんね。こう情報型でこう濃密になりすぎちゃって、まあ今蜜がダメじゃないですか。だから薄く伸ばしてね、こう味のするのかしないのかわからないような、そういう薄い、もう水に何かちょっと砂糖でも数グラム入ってるのかみたいな、甘いのか味がないのかわからないような、そういう内容のものでお茶を濁すってまさにこのことかっていうぐらい、濁してはないですよ、薄めてるんで、お茶を薄めるんですよ本当に。お水なのかお茶なのかっていうような内容でしたけども、まあもともと花丸マーケットをやってた枠ですから、花丸マーケットの方がね、まだね、もうちょっと身はありましたよ。ね、ゲストの、まあね、知りたくもないような情報ではないですけども、写真をね、持ってきてもらってみたいな方が、こう、なんていうんですかね、まあ、深掘り、ある意味深掘りしてるんですけど、今日のやつはもう深掘りとかでも何でもないですよ、本当にね。ただただこう、おしなべて、平べったく、どこにもお差し障りのない、ね、角の立たない内容にしようと思ったら、こうやって噛みついてくるバカがいるというね。まあ、でもいいんじゃないですか。裏のね、裏番組がすっきりと、何ですか、富士のやつはわからない。それからテレ朝も見ていない。テレ東は花から勝負にしてないっていうね。なので、あれですけども、まあ、どうなんですかね。まあ、始まって、ね、1週間、ね、曜日でゲスト、パネラーも変わるんでしょうけども、まあ、楽しみに見ますよ。当初というか、ノンストップが始まった時のね、設楽さんが、あれは、まあ、ワイドショーなんで、どういうコメントをするのかみたいなので、気にしては見ておったんですけどもね、だからあれ、もう定着してるじゃないですか。だからこういうね、なんていうんですかね、こう、本当に、こういう、味の薄いというか、内容のあるようでないような。とはいえね、あれ作るの大変ですよ。いちいちランキングね、調べて。じゃあ、この間スイーツやったから、もう次の日はスイーツできない。じゃあ何やるかとかね。じゃあ激辛ラーメン行こうとかね。そういうことになってきます。そうするとだんだんもうなくなってくるでしょ。なくなってくるぐらいで一周というかね、もうこれね、季節変わって新しいスイーツ出てくるから、これをやりましょうみたいな風なサイクルが生まれるといいんですけど、これね、結構ね、消費スピード速いですよ。だからね、言うてる間にまた形変わります。まあ秋までにはね、徐々にね、形変わってくるとは思います。なかなか大変ですよ。ああいう情報をね、揃えてやるっていうのは。だから今日はセブンと声優でお店をねのランキングやってましたけど、そうするとだんだん今度ね、なんとか商店街のね、なんとかランキングとかやると、これはまたね、今度はね、角が立つでしょ。あっちの店ね、同じお肉屋さんなのにこっちは紹介しなくて。だからそういうことがなかなかできないんですよ。そうなると、こうね、困りますよね。だんだんこう手詰まりになってくると、じゃあもう形を変えましょうっていうのがね、もう目に見えますよね。だから、こう、なんていうんですかね、どこでね、こう、舵を切り直すのかっていうのも、僕はそういった意味でも、こういう新番組は、そういう目でもうほぼ見てますから、ね、前にテレビブロスで書いてる時も博多華丸大吉さんと千鳥のね、鉄板いただきますね。あれね、誰がシンクって MC するんだみたいなことをその当時は書いてたんですけど、当時はね、まだね、ノブくんがここまでこう仕切れる側にいなかったんでね、こうどっちがね、お互い譲り合ってみたいな。で、なるんじゃないかみたいなことをブロスに書いたんですよ。で、しばらくしたらね、ゲストのその鉄板
例えば面白い、ね、滑らない話じゃないですけど、滑らない話の言い換えですよね、鉄板。情報をお話なんかを紹介するっていうのがもうね、すぐ形変わってましたからね。だからやっぱりネタが尽きちゃうんですよ。だから今日みたいなランキングっていうのもネタが尽きちゃうんで、じゃあ尽きる前にどうするか、尽きるね、こうしれっとどう形を変えていくのかっていうところを僕が一番注目して楽しみにしてるんで、明日はね、何のランキングをやるのかなとか、そういうのを楽しみにして、ラビット、ね、うさぎを、ね、うさぎのアニメもね、あれなかなか大変ですよ。2D のアニメでやってたんで、これなかなか大変なことやってるなって思って見てたんですけども、まあ、そういったところも楽しみにして、ラビットをこれからは、ね、観察していこうと思っております。ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ありがとうございました。